すいません、これおかわりで。ちょっとペース早くない？駒田先生が来る前に酔わないでよ。久々に会社関係以外で飲めるんで、酒がうまくて。仕事大変なの？新薬の開発が大詰めでしてプレッシャー半端ないです。研究室時代が懐かしいですよ。ポスドクになればよかった。何よ今さらポスドクの苦労分かってないね。だってうまくいけばポスドクから助教になって准教授になれるじゃないですか、駒田先生みたいに。うまくいけばね。でも駒田先生、別の大学に行って准教授になると思わなかったな。あ、いらっしゃった。ごめんごめん、会議が延びちゃって。先生、ご無沙汰しております。お久しぶりです。久しぶり。元気？はい。どう調子は？ぼちぼちですかね。してなかった。はい、大京大学ってどうですか？うん。立和大学よりだいぶ厳しいかな。行動規範とか。本当はこれもダメなんだ。利害関係者との飲食は。え、僕たち利害関係者ですか？冗談。なんだ。ところで村川先生はどうしてます？実は准教授から教授に承認するんじゃないかってもっぱら噂です。あ、そうなんですか？まだ公式には発表されてないからわからないけど。そっか。承認できるといいな。僕の大学一席の時にはいろいろ迷惑かけたから気になってたんだ。でも村川先生、承認できるとしたら駒田先生のおかげじゃないですかね。そんなことないよ。駒田先生が論文をたくさん書いたことが村川研究室の評価を上げたんじゃないですか。マトリックス結合タンパク質の論文とか評価高かったみたいですね。あれは君たちとの共著じゃないか。実験は相原さんが率先してやってくれたし、小沢君も書いたしね。まああの論文で村川先生は大型研究費を獲得して、その後の研究にも弾みがついて。いよいよ教授か。駒田先生も助教から准教授になられたし、お二人ともステージが一段上がったわけですね。君の就職にもあの論文が役に立ったんだろ。まあ。すいません、おかわり。あの頃はみんな必死だったな。ちゃんと教えた通りにできる？はい、できます。じゃあやってみてよ。はい。合ってるよ。はい。でここからなんですよね。立和大学研究構成推進委員会委員長の青木と申します。この度あなたが共著者として関わった細胞外マトリックス結合性タンパク質の骨形成促進機能の論文に関して本調査を実施することとなりました。本学の研究活動上の不正行為等への対応に関する規則に定める調査の一環として論文の関係者の方々にヒアリングをさせていただきたいと考えております。なお、調査の公正を期するために、当該論文の他の著者の方とは、調査に関する情報交換はお控えいただくようお願いします。何卒ご協力のほどお願いいたします。マジか。もしもし。どうしたの？手紙って届いてます？通知？うん、来てるよ。本調査って何ですか？研究生とかを調べるやつでしょ。やっぱりやばくないですか？どうしますか？どうするって応じるしかないでしょ、ヒアリング。村川先生のところにも通知来てるんでしょうか？なんか言ってました？先生今海外出張中なのよ。そうなんですか。駒田先生に相談してみようかな。やめた方がよくない？
互いに情報交換をしないようにって書いてあったでしょ。口裏合わせたなんて思われたら印象悪いよ。口裏なんてただ不安で。やましいことあるの？ないですよ。私もないし、正々堂々話せばいいんじゃないの？不正なんてしてませんって。そうなんですけど、ただ会社に知られるのが怖いんですよ。とにかくあんまり心配してもしょうがないよ。今実験中なのよ。切るね。じゃあまた。はい。小沢さんですね。はい。どうぞ。失礼します。2年ほど前、村川准教授を責任著者、助教の駒田氏を筆頭著者に発表された論文につきまして盗用があったのではないかという告発を受理しました。小沢さんは第三著者として執筆されてますよね。はい。論文執筆に至る経緯を覚えている限りで結構ですのでお話しいただけますか。あの頃村川先生はたくさん論文を発表されていて。村川先生、この間出た結果を例のマトリックスに結合するタンパク質に展開して論文化してくれないかってことだ。井原さん、今年度中に主要な実験データを出してください。はい。ただマトリックス分解酵素の方の論文執筆が大詰めなので配分を考えないと。再来月の学会で発表することになってますし。まあ大変なのは分かってるけど、方法結果の執筆をぜひお願いしたい。その結果を受けてディスカッションとコンクルージョンは私が書くから。わかりました。小沢君、君にも書いてもらいたいんだ。え、僕がですか？イントロを私と一緒に書こイントロ、研究の背景とか目標とか結構重要ですよね。君なら大丈夫だよ。結合タンパク質のこともずっと一緒にやってきたし、先行研究も把握してるでしょ。まあう。論文著者としての実績は積んでおいた方がいいと思うよ。就職にも有利になるんじゃない？やらせていただきます。最初に君が書いて、その後私が手直しするから。まあ大幅に変わるかもしれないが、その時は許してくれよな。いや、直していただけるなら安心です。あなたが担当したイントロ部分なんですが、担当はあくまで駒田先生で、僕は補佐というか。補佐というのは執筆はしていないんですか？執筆はしています。そのイントロに他の論文からの盗用があるのではと告発では指摘されているんです。この3つの英語論文はご存知ではないですか？これは。よし、思った通り。よかったですね。お、うまくいった。はい。論文に載せる結果が揃ってきました。じゃあ今月中に
論文について会議やりますか。小田君はイントロダクションの方どう？はい書いてます。じゃあ今週一度見せてください。チェックしたいから。はい。困ったな。書いてないの？あんまり。だって実験とか就活とか手一杯で、それに英語だし。英語で書くのは確かに大変だよね。頑張って。不活性化って英語でなんだっけ？イナクティベイト。こんなんいちいちやってたら間に合わねえよ。どうするかなここは。まんまじゃやばいよな。こんなもんだろう。どうせ駒田先生が書き直すんだし。その論文に覚えはありますか？これはイントロを書くときに参考にした論文かもしれません。参考文献に載ってはいないようですが。見落としていたんだと思います。すいません。駒田さん。どうした？論文なんですけど。あれね。悪いけど君の書いたイントロ少し手直しさせてもらった。でも僕の書いた部分が随分残っているような。残ってる？いや、使っていただいているというか。結構よく書けていたからね。君の英語大したもんだな。いや、ただこの論文で何を解こうとしているのかという肝心な部分が不十分だったから書き足した。すいません。イントロ部分はだいたいこれで完成じゃないかな。ありがとう。随分緩いチェックだな。まあ駒田先生がいいと言うんだし大丈夫か。いやー、実験全部終わってほっとしました。いいね。私はこれから論文仕上げないと。お疲れ様です。僕はもう論文点離れたんで歌謡感もマックスです。頂点だね。駒田先生と一緒に書くんですよね、議論の部分とか。そう、ディスカッション&コンクルージョンね。私の書いた実験結果の解釈を反映させないとならないから分担してやろうかって。分担ですか？駒田先生忙しいんですかね。最近あんまり研究室にも来てないけど。うち以外に大京大学で客員教員やってるんだよね。そうなんですか。本日はありがとうございました。この調査の件、会社には？調査に関して当事者や関係者以外に知らせることはありません。失礼します。どうぞ。
失礼します。井原さんは実験方法と実験結果、そしてディスカッションを担当したんですね。はい。このディスカッションの部分で盗用が疑われるという指摘があるんです。こちらは今回問題になっている論文よりもさらに3年ほど前に書かれた同じマトリックス結合タンパク質の論文です。井原さんも共著者に名を連ねてますよね。ええ、私がまだ博士課程の時です。実験方法について少し書かせてもらいました。この論文と今調査中の論文を比較すると、ディスカッションに同じような考察方法や文章表現がいくつかあると指摘されているんです。こちらの論文、当時のポスドクの方が書かれていますが、その方の文章を盗用しているのではないかと。2つの論文はシリーズのようなものなので。シリーズ？同じマトリックス結合タンパク質の機能発現がテーマで、条件を変えて実験していますから、考察方法や論点の流れもある程度似通ってきます。なるほど。部分的に似ていても全体は全く別物です。盗用なんかではありません。ポスドクの方、高瀬さんという方ですか。その方とお話は？していません。もう辞められたので。井原さんの証言どう思いますか？別物だと言うけど似たような文章が散見されますね。なんでせめて参考文献として名前を入れなかったのかな。小沢さんに関してはどうでしょう？彼は盗用してると思います。表札チェッカーの結果は70% 一致です。まあ英語論文からの安易なコピー&ペーストでしょう。でもイントロは駒田という状況がメインで書いてるわけでしょ小沢さんに書かせてしっかりチェックしていなかったってことでしょうか。駒田氏は水曜日に来ますので聞きましょうか。実は今度大京大学の正式な教員として移籍することになってね。そうですか。駒田先生が助教を辞めるのは研究室としてもちょっと大きいですね。辞めるのはまだ1年以上先なんだ。それまでに私が抜けた影響が出ないようにいろいろ根回ししたいんだよ。というと？例えば今書いている論文、私が筆頭著者になってるが井原さんを筆頭著者にしてもいいと思ってる。筆頭著者となれば大学教員採用の道につながるかもしれないだろう。村川先生も説得するよ。せっかくのお気遣いですが、やはり駒田先生が筆頭著者ということでいいと思います。私にはまだ荷が重いです。そう。大丈夫です。ディスカッションの部分はしっかり書きますから。悪いね、忙しいのに。いえ。もし時間がないようだったら高瀬君の論文を参考にするといいよ。はい。駒田さんは今は大京大学の准教授ですか？はい。告発者はこの人だけ別の論文についても問題を指摘してるんですよね。その論文も例の高瀬というポスドクが関係しているわけですね。イントロはドラフトを小沢君に書かせて、その後私が大きく書き直したんですが、チェックが十分じゃなかったのかもしれません。わかりました。駒田さん、本日はですね、あなたが関わった別の論文についてもお聞きしたいんです。別の論文？
こちら村川准教授と共著で書かれた変異型コラーゲンの産生に関する論文です。そちらの研究室にいた高瀬浅尾さんというポスドクの研究がベースになっているのに、その方が著者に含まれないのは問題だと告発者は指摘しているんです。高瀬君ですか？彼がうちの研究室に入ってきたのは5、6年前ですかね。変異型コラーゲンの産生については一緒に研究していました。私が得意としていたテーマだったんで、実験のやり方や考察について詳しく教えていったんですが、真面目な高瀬君はどんどん吸収して、論文を発表するにあたり、私は高瀬君を筆頭著者にすることを提案しました。助教の駒田さんが筆頭著者ということでいいんじゃないですか？論文で実績を積めば教員の道も開けるだろう。そうです。高瀬さんを筆頭著者に論文を発表してますね。それなのに数年後にあなたが村川准教授と共著で出した論文には高瀬さんの名前が入ってませんが、どうしてですか？その頃には高瀬君研究室にいなかったもので。ああ、辞められたそうですね。研究室を辞めることになりました。今までありがとうございました。実家の方で不幸があって、お父さんが急死したということで。それで辞めたんですか、研究を。大切なんですけども、お父さんは高瀬君が研究者になることには大反対だったそうです。それが事業の失敗で大変不幸な亡くなられ方をして、高瀬君はお父さんに対して深い罪の意識を感じていたみたいです。変異型コラーゲンの産生で一本論文書こう。企業で商品化も実現しそうだしね。すぐ高瀬君に連絡しました。あの論文を発展させて新たな研究がしたいんだよ。そのためには筆頭著者の同意が必要だからね。僕の同意とかいいですよ。駒田さんにいろいろ教わって書いたものですし、自由に使ってください。次の論文、君を共著者に入れるつもりなんだが。いや、いいです。もう研究者じゃないんで。でもおふくろが嫌がるんです。そういうところに俺の名前出るの。親父のこともあって。本人の意向ですので、それ以上は。失礼します。本人が共著者に入れないでくれと言った場合はどうなんでしょう。その意思を尊重しないわけにはいかないですね。意思に反して名前を入れる方が問題です。ただあくまで駒田さんの証言ですから、高瀬さんに直接確認しないとなりませんね。井原さんの件についても聞きたいし。それが今連絡が取れないそうです。実家にいるんじゃないんですか？その後母親も亡くなって故郷を離れたそうです。どこにいるのかわからなくなって。高瀬さんについては前回井原さんもかなり多くを証言していましたが、駒田さんの証言とは随分食い違ってたような。ええ、私もそう思いました。実験方法については高橋さんにかなり指導を受けました。マトリックス結合タンパク質は村川研究室では取り扱っていなかったので、一から教わって。そうですか。高橋さんはそれまで村川研究室では手掛けていなかった研究テーマをいくつも持ち込んでいます。変異型コラーゲンとか。変異型コラーゲン。
駒田さんは自分が高瀬さんに教えたと言ってましたね。それと駒田さん、最初の変異型コラーゲンの論文、高瀬さんを筆頭著者にしたのは自分だと言ってましたが、井原さんは村川先生が勧めたのではと言ってましたね。研究の方ど難しいですね。でもすごい楽しいです。う？それは良かった。この結果村川先生、高瀬さんがすっかりお気に入りですね。だいぶいいかまあ彼のおかげで研究の幅が広がったからね。な。もう少しなんですけどね、変えたと思うんで、だいぶいい結果が出たと思います。なるほど。井原さん、博士課程終了したらどうするの？就職？研究室に残ろうと思います。ポスドクになって。そうなんだ。実験好きなんだね。多分。ていうか、高瀬さんこそ研究好きですよね。というより物好き？実験とかずっとしてられるし。ずっと研究続けたいですよね。でも研究続けるには研究環境が大切だよ。前の研究室に不満があったんですよね。まあね、いろいろ改善できると思ったんだけどね。今の環境はいかがですか？うん。あ、食べよう。はい。いただきます。実験ノートは鉛筆で書いちゃダメだよ。基本だよ。すいません。気をつけてね。高瀬君、あ、先生。君の研究してる変異型コラーゲンだがね、今度臨床応用に直結する可能性が出てきたぞ。そうなんですか。これこの前お話ししてた提案なんですけど。読んどく読んどく。もっと生データをもとにディスカッションした方がいいと思うんです。研究記録の管理もずさんで。うちはそんなにダメかい？いえ、盗用や改ざんまがいも見られます。ここは改善が必要かと。君はまだ研究室の運営に口出しをする身分じゃないんだから。はい。余計な心配しないで研究してりゃいいんだよ。高瀬さんまた来てないですね。ああ、実家でご不幸があったみたいでしばらく休むそうだ。ご不幸。浦川先生何もおっしゃってなかったですね。まあ僕たちに言うことでもないでしょ先生と高瀬さん最近あまり会話もしてないし。そうよくわからないけれど。研究室を辞めることになりました。今までありがとうございました。もう終わり？最後なんだからさ、もう一言ぐらいちょうだいよ。一言。じゃあそうですね、実験も大切なんですけど、外に出て空気を吸ったりご飯を食べるのも大切なので。高瀬さん。井原さん、ここに置いておくから。主役の作り方のコツとかいろいろ入ってるから自由に使って。大事なものですよね。もういらなくなった。本当に研究やめちゃうんですか？ただ科学者としての自負は忘れないつもりだよ。僕はやめちゃうけど、これまでの研究成果発展してくれると嬉しいな。はい、必ず。それとこれ。研究ノート。役に立つかわからないけどね。この研究室ももっと研究に没頭できる環境になるといいね。
型コラーゲンの産生で一本論文書こう。企業で商品化も実現しそうだしね。期待の高い商品だから研究費にも直結するかもしれんよ。高瀬君が置いていった論文や資料が役に立ちますね。許可取っておきましょうか。許可なんていらんだろう。置いてったんだから自由に使ってくれってことだろ。まあ権利放棄ですかね。でも後々面倒にならないように。今回問題になっている2つの論文。高瀬というポスドクが筆頭著者だった論文が関わってるわけだけど。高瀬さんに話を聞きたいけど行方知れず。ここは告発者に話を聞きたいところですけど。匿名だから余分に読めませんからね。明日のヒアリングは？村川准教授です。海外出張から帰ってきたので。高瀬さんについて何か聞き出せればいいんだけど。そうですね。もしもし。あ、お世話になっております。はい。が反応して、ピルビン酸とNADH とプロトン。この研究室もっと研究に没頭できる環境になるといいね。